日は天気ですね。で、今ですね、新居浜市の、東上交差点というところですね、になります。で、ここからね、今日もう北九州の方にですね、戻っていこうと思いますけど、今回帰りはね、フェリーを、一応11時30分ですね、三崎港から大分の佐賀関ですね、のフェリーを予約しているので、今日は、海岸線を走ってですね、帰ろうと思います。さて行きましょう。ここからね、海岸線を走っていきます。長浜の方を向いて国道378号線ですね、夕焼け小焼けラインという、名称がついている道路なんですけど、そこをね走っていこうと思います。三崎港まで78キロですね。78キロ先のこれ看板三崎港あるんですけど、まあね、まだ半分だから微妙に来てないぐらいなんですけどね。ただここからね先はほとんど信号がないので回走していけると思います。海が見えてきましたね。夕焼け小焼けラインです。気持ちいいね。初日のね、しまなみでも海を散々見たんですけど、やっぱりね、瀬戸内海、ね、いいですね。そしてね、この夕焼け小焼けラインで多分一番有名なスポットは下灘駅。皆さんご存知ですかね、下灘駅。JR に興味があるとか鉄道マニアの方は結構今日知ってると思うんですけど、日本でね一番近く海が近い駅と言われてた、今は違うんですけどね。で、青春18切符のポスターの表紙にもなったことがある、この、ね、予算線のこの下灘駅、ちょっとだけ下灘駅に寄ってみましょう。ついでなんで。桜やろか、あれ。なんかね、菜の花がすごい綺麗ですね。菜の花が。すごく綺麗ですね。菜の花が。下灘駅ですね。看板案内が出てきたので、ちょっと行ってみましょう。下灘駅ですね。せっかくなんで。下灘駅です。わあ、素晴らしい。景色が見てください、これ。素晴らしい。下灘駅ですね。なかなかね、ここまで素晴らしいロケーションの駅って少ないと思います。下がね、国道、さっき走ってた国道ですね。378号線。で、これね、JR がここ通ってくるんで、すごく風情がある道の駅ですね。ラブラブビーチ。昔はね、こうやって嫁さんとね、こういうことしょったこともあったんですけど、今ありえんな。今何分やったっけ？ 9 時39分。9時39分だから、全く、全く9時台ないですね。よし、走っていきましょう。船が、あれですね、漁船か、船というか漁船ですね。漁船が、結構出てます。昔はこの串か、この下灘の次は串なんですけどね、だいぶ前か、十数年前に、下灘駅じゃなくて、間違えてね、串駅に行っちゃったんですけど、その串駅というのがね、秘境駅の一つらしくて、本当に何もなかったというか、なんかすごい僻地っていう言い方はちょっとあれなんですけど、坂の上にあってね、
全然勘違いしたということを昔やったことがあります。378号線ですね。で、三崎まであと61キロ、ちょうど看板が出てます。61キロですね。ほとんど信号がないんで、1時間ぐらいでは行けると思います。ただ、今9時52分で、フェリーがね、11時30分なので、あんまりね、実は時間的に余裕があるわけではないですね。これね、菜の花が、ね、綺麗ですね。前の方でもね、菜の花が見えるんですけど、すごく綺麗です。結構あれですね、ここ、夕焼け小焼けラインって、ね、菜の花が結構素晴らしいですね。綺麗に。海とね、これ黄色とこのね、青の海と青い空とね、すごくよく映えます。で、横を鉄道走ってるでしょ。なんかね、すごく風情がある景色ですね。浜ですね、長浜。伊予長浜。長浜町といってね、今は大洲市かなるんですけど、ここら辺はなんかあれがあるんですよね。猫島というか、なんか猫の島、なんか青島というのやったっけな、なんかそこにね、なんかフェリーで渡れるらしいです。書いて青島ってね、なんかフェリーで渡れるらしいですよ。これはね、肱川ですね。愛媛のね、一級河川だったかな。愛媛県で多分一番有名な川がこの肱川ですね。肱川嵐といってね、なんか結構こう嵐が起きやすいさっきのね、二見の方、下灘駅とか、あっちの方はね、結構横に鉄道が走ってて、民家もね、あったりして、で、ちょっと広めの海岸線という感じで、走ってて、風情があるところなんですけど、こっちのね、長浜を越えて、この、今から八幡浜の方に向かう海岸線って、結構断崖絶壁が多くて、で、ああやってね、今前の方にところどころこう家は見えるんですけど、それもね、そんなに多くはなくて、どっちかというとね、断崖絶壁のすぐ横がね、崖で、道路だけ通ってて、下も結構海がね、急っていう感じの風情なんですよね、こっちの方は。だから同じね、海岸線走ってても、全然長浜を越えてからは、全然こうカラーが変わるのが、この国道378号線の特徴の一つですね。三崎港まであと44キロ、今10時9分なので、11時ぐらい、11時前ぐらいかなには入れるんじゃないかなと思います。よいしょ、行きましょう、登っていきましょう。さて、細長い半島ですよ。佐多岬半島やったかな。これをひたすらぐるんぐるん走っていきます。ここのね、景色もまたいいんですよ。左側のね、左に海が見えるんですよ。で、その景色いいんですよね。右は山とか風車が見えます。メロディーラインといってもね、バイクでは無理やもんね。これ車だったらね、聞こえるんですけどね、バイクはね、騒音が激しいから、外気のね、音がヘルメットの中で聞こえてくるわけでもないんで、無理です。横風注意、そうなんですよね。やっぱ半島で比較的高いでしょう。で、半島といってもかなり横幅というかね、細長いんで、風がね、高さもあるから風が強いんですよ、海風が。だからここ風車いっぱい作ってるんですよね。逆に言うとね、四国でここ以外に風車が適している場所は多分ないって聞いたことがあります。だからね、それぐらい横風が強いところがこの辺りですね。ここにも書いてますね、横風注意。急に回り続けりゃね、風がなくても。でも結構待ってますね、やっぱこうやって見てね。
永久期間がね、人類ずーっと、知ってます？永久期間って、ずーっと回り続けて、そのエネルギーをね、無限に取れるという永久期間。で、その永久期間がね、もし存在してたら、エネルギー問題全部解決するんですけどね。あ、出た、またメロディーライン。これね、バイクでも聞こえるようなやつを開発してくださいよ。無理です。聞こえないです。見てください、この海、綺麗でしょ。高いとこかなり走ってるんですね。こうやって見るとね、なんか、かなり高いとこを走ってますよ。ね、下見てください、これ、断崖絶壁でしょ、あれも、これね、断崖絶壁。さて、岬ですね、もう、あともうひたすら降りるだけです。遠いですよね、八幡浜からここまで来るだけでも30キロぐらいあるからね、32キロぐらい。だから、ここら辺で生活すると不便です。八幡浜行くより大分行こうが近いんじゃないかなと思うぐらいでね。よし、はい、三崎港に着きました。そこ、もうちょっと先からですね。皆さん多分、大半がフェリーに乗られる方も多いと思うんですけど、佐賀関行きですね。佐賀関だけど、佐賀じゃなくて大分です。大分県の佐賀関ですね。関サバ、関味の関です。よいしょ。よし、到着です。無事に到着しました。ゆっくりしょっと。フェリーが着きましたね。行きましょう。行きましょう、行きましょう。これがじゃこ天です。美味しそうでしょ。いただきます。うん、美味しそう。ここのね、じゃこ天が、ここのじゃこ天が一番美味しいです。ちょっと船内を散歩しましょう。あそこが佐賀岬の付け根ですね。付け根になります。付け根ですね。で、風車がね、ああいった形で佐田岬ね、あります。風がね、やっぱり冷たいね。まだ3月やもんな。寒い寒い。なんかね、今回釣り具ね、なんかずーっと寒いって言ってるような気がする。でもね、ほんと寒いんです。3月頭ってさ、まだ2月終わったばっかりでしょ。だから、言われてみりゃね、暦は3月なんですけど、実際走ったらやっぱり寒いですよ。